今回は私が大好きな日本の観光地を利用した時の体験談をお話ししていきます。合わせて日本と外国での観光地の文化やルールの違いについても説明していきます。この動画を見ることで日本の観光地で気をつけるべきマナーや初めての体験で戸惑わないようにするためのポイントを学べます。外国人が日本で実際に体験したこと、失敗したことに興味のある方は、今のうちにチャンネル登録をお願いします。この体験談は、きっとあなたのお役に立てると思います。この動画を最後までご視聴いただくことで、私が初めて観光地を体験した時に感じたことや、困ったことなどがすべてわかります。外国人目線で行ってよかった観光地のことを事前に知っておきたい。観光地選びに失敗したくないという方は、ぜひ最後までご視聴ください。まずはじめに紹介する体験談は、東京スカイツリーについてです。次は、私が東京を訪れた時に体験した。とても素晴らしい場所、東京スカイツリーについてお話しします。東京スカイツリーは、まるで天に向かって伸びる巨大なタワーのようです。高さはなんと634メートルもあって、東京で一番高い建物なんですよ。東京スカイツリーは2012年に完成しました。タワーの形は少し曲がっていて、まるで未来の建物のようです。夜になると、ライトアップされてとても綺麗です。特にクリスマスやお正月には、特別なライトアップがされて、見る人を楽しませてくれます。では、私の東京スカイツリー体験談を聞いてください。まず、スカイツリーに登るためにエレベーターに乗りました。このエレベーターはとても速く、たった50秒で地上から展望台まで上がることができます。エレベーターの中から見える景色も楽しみながら、展望台に向かいました。展望台に到着すると、まず目に飛び込んできたのは、広がる東京の大パノラマです。まるでおもちゃの街を見ているような気分になります。私は特に晴れた日に訪れたので、遠くに富士山も見えました。この景色は本当に驚きました。スカイツリーの展望台には、ガラス張りの床がある場所もあります。最初はちょっと怖かったですが、下を覗き込むとまるで空を歩いているような気分になりました。とても面白い体験で、皆さんもぜひ挑戦してみてください。展望台の他にも、スカイツリーには楽しい場所がたくさんあります。例えば、空町というショッピングモールがあります。ここには、美味しい食べ物やかわいいお土産がたくさん売られています。私はアイスクリームを食べたり、キャラクターグッズを買ったりして楽しみました。しかし、ここで失敗談があります。私はすみだ水族館に行く前に、空町でたくさん買い物をしてしまいました。そのため、重い荷物を持ったまま水族館を見学することになり、少し大変でした。皆さんも、買い物は後にするのが良いかもしれませんね。さて、すみだ水族館では、たくさんの魚やペンギンを見ることができます。特にペンギンの泳ぐ姿はとても可愛くて、見ているだけで癒されました。
お友達や家族と一緒にいろいろな生き物を見て楽しむことができました。そして、スカイツリーの近くでは、たくさんのイベントも開催されています。例えば、夏には花火大会があり、夜空に大きな花火が上がります。スカイツリーと一緒に見る花火は、とてもロマンチックで素敵な思い出になります。実は、この花火大会でちょっとした成功談があります。私は事前に花火大会の日程を調べて早めに場所取りをしておいたので、とても良い場所で花火を見ることができました。皆さんもイベントの日程を調べて、早めに計画を立てると良いですよ。東京スカイツリーは、日本の新しいシンボルです。高いタワーから見る東京の景色や、楽しいショッピング、美味しい食べ物、かわいい動物たちなど、ここにはたくさんの魅力があります。皆さんも、ぜひ一度訪れてみてくださいね。次の体験談は、伏見稲荷大社についてです。次は、私が京都を訪れた時に体験した、とても特別な神社、伏見稲荷大社についてお話しします。この神社は、たくさんの赤い鳥居が並んでいることで有名です。鳥居というのは、神社の入り口にある門のようなものです。伏見稲荷大社は、日本でも特に有名な神社の一つです。ここは、商売繁盛や家内安全を願う人たちが訪れる場所です。神社の歴史はとても古く、1300年以上前に建てられました。そんな古い時代から、たくさんの人々がここで祈りを捧げてきました。では、早速私の伏見稲荷大社での体験をお話ししましょう。まずは、本殿という大きな建物に行きました。ここでは、お参りをして願い事をすることができます。本殿の前で手を合わせて、心の中でお願い事をしました。日本の伝統的なお参りの仕方を学ぶのは、とても興味深かったです。次に、皆さんが楽しみにしている千本鳥居に行きました。千本鳥居とは、たくさんの赤い鳥居がずらーっと並んでいる場所のことです。この鳥居は、数えきれないほどたくさんあって、まるでトンネルのようになっています。歩いていると、まるで異世界に迷い込んだような気分になりました。しかし、ここでちょっとした失敗談があります。千本鳥居のトンネルはとても長くて、歩くのが大変でした。最初は元気いっぱいだったのですが、途中で疲れてしまい、休憩を取ることにしました。皆さんも、千本鳥居を歩くときは、ゆっくりと休憩を取りながら進むといいですよ。鳥居のトンネルを進んでいくと、いろいろな小さな神社や祠が見えてきます。それぞれの神社には、いろいろな神様が祀られています。例えば、商売、繁盛の神様や学問の神様など、自分のお願い事に合わせてお参りすることができます。伏見稲荷大社の参道には、たくさんのお土産屋さんや食べ物の屋台もあります。ここでは、美味しいお団子や焼き鳥、たこ焼きなど、いろいろな食べ物を楽しむことができます。私は特に焼き鳥が美味しかったです。また、
かわいいお守りや絵馬も買うことができます。絵馬は木の板にお願い事を書いて神社にかけるものです。私も絵馬にお願い事を書いてみました。さらに進んでいくと、伏見稲荷大社には山があり、その山を登ることができます。この山を登ると、京都市内を一望することができる素晴らしい景色が広がっています。少し大変かもしれませんが、頂上に着いた時の達成感と景色は格別です。実は、ここで成功談があります。山を登るのは少し大変でしたが、頑張って頂上まで登りました。頂上から見た景色は本当に素晴らしく、その達成感はとても大きかったです。皆さんもぜひ挑戦してみてください。伏見稲荷大社にはたくさんの狐の像もあります。狐はこの神社の神様のお使いとされています。狐の像はとても可愛く、神秘的な雰囲気を醸し出しています。狐の像に触ると幸運が訪れると言われていますので、皆さんもぜひ探してみてください。また、伏見稲荷大社では、年間を通じていろいろな祭りやイベントが開催されます。例えば、初詣や夏祭り、秋の収穫祭など、四季折々の行事があります。特に初詣の時期には、たくさんの人々が訪れて、新しい年の幸せを願います。祭りの時期には、神楽という伝統的な舞や音楽も楽しむことができます。伏見稲荷大社は、歴史と自然が調和したとても美しい場所です。赤い鳥居のトンネルを歩くと、まるで時間が止まったような感覚になります。そして、山の頂上から見る景色や、狐の像、神社の雰囲気は、心を癒してくれます。皆さんもぜひ一度、伏見稲荷大社を訪れてみてください。日本の伝統や文化を感じながら、楽しいひとときを過ごすことができるでしょう。次の体験談は、富士山についてです。次は、私が日本で体験した、とても特別な場所、富士山についてお話しします。富士山はとても高くて美しい山で、日本の象徴とも言われています。富士山の高さは3776メートルもあり、日本で一番高い山なんですよ。富士山はとても特別な山で、日本の人々にとっては神聖な場所でもあります。昔から富士山は多くの人々に愛され、たくさんの絵や詩に描かれてきました。富士山の形はとても美しく、まるで大きな三角形の帽子をかぶったようです。では、私の富士山での体験を交えて見どころを紹介します。まずは、富士山を眺めるスポットについてお話しします。富士山は、遠くから見るとその美しさがより際立ちます。例えば、東京や横浜からも晴れた日には富士山を見ることができます。特に、富士山が夕日に染まるときや、朝日に輝くときはとても美しいです。次に、富士山のふもとにある5合目についてお話しします。5合目は、富士山の中腹にある場所で、ここまで車やバスで行くことができます。5合目からは、富士山の頂上を間近に感じることができると同時に、
遠くの景色も楽しむことができます。ここにはお土産屋さんやレストランもあり、富士山にちなんだグッズや食べ物を楽しむことができます。ここでの成功談は、5合目で食べた富士山の形をしたアイスクリームです。とても美味しかったですし、友達と一緒に写真を撮って楽しい思い出になりました。逆に失敗談としては、5合目に行く途中で酔ってしまったことです。山道がくねくねしていて、ちょっと大変でした。皆さんも車酔いに気をつけてくださいね。さらに、富士山のふもとには、たくさんの美しい湖があります。例えば、河口湖や山中湖などがあり、これらの湖からも富士山を眺めることができます。湖の水面に映る富士山の姿は、まるで絵画のように美しいです。ボートに乗ったり、湖畔を散歩したりしながら、ゆったりとした時間を過ごすことができます。富士山を登ることもできます。富士登山はとても人気があり、毎年多くの人々が富士山の頂上を目指します。登山道は4つあり、それぞれ異なる景色や体験を楽しむことができます。登山シーズンは夏で、7月から9月の間に多くの人々が訪れます。頂上にたどり着くと、広がる景色と達成感は何にも代え難いものです。私の成功談として、富士山の頂上で見た御来光が挙げられます。御来光とは、朝日が昇る瞬間のことです。頂上から見る御来光はとても感動的で、一生の思い出になりました。しかし、失敗談もあります。9月上旬の時の登山の途中で寒さ対策を怠ってしまい、とても寒い思いをしました。皆さんも、富士山に登るときは防寒対策をしっかりしてくださいね。また、富士山の周りには自然を楽しむスポットもたくさんあります。例えば、青木ヶ原樹海という大きな森や、富士急ハイランドという楽しい遊園地などがあります。青木ヶ原樹海では、たくさんの木々に囲まれた静かな散策を楽しむことができます。富士急ハイランドでは、大きなジェットコースターや観覧車に乗って遊ぶことができます。さらに、富士山の近くには温泉もたくさんあります。温泉に入ると、体がポカポカ温まって、とてもリラックスできます。特に、露天風呂から見る富士山は最高です。温泉に浸かりながら、美しい富士山の景色を楽しむことができるなんて贅沢なんでしょう。富士山は四季折々の美しさも楽しめます。春には周りの桜が咲き乱れ、富士山とのコントラストがとても美しいです。夏には緑豊かな自然の中で登る山を楽しむことができます。秋には紅葉が山を彩り、一面が赤や黄色に染まります。冬には雪が積もった真っ白な富士山を見ることができます。富士山は日本の自然の美しさを代表する場所です。その雄大な姿と美しい風景は多くの人々を魅了してやみません。皆さんもぜひ一度富士山を訪れて、その美しさを実際に感じてみてくださいね。
次の体験談は、広島平和記念公園についてです。次は、私が日本の広島を訪れた時に体験した、とても大切な場所。広島平和記念公園についてお話しします。この公園は、戦争の悲惨さを忘れないために作られた場所で、世界中からたくさんの人が訪れます。まず、広島平和記念公園の中にある原爆ドームについてお話しします。原爆ドームは、1945年8月6日に広島に投下された。原子爆弾の爆風で壊れた建物です。当時、ここは産業奨励館という名前で、多くの人々が働いていました。原爆が投下されたとき、この建物は壊れましたが、骨組みだけが残りました。この原爆ドームは、戦争の恐ろしさを伝えるために保存されています。次に、平和の鐘についてお話しします。平和の鐘は、公園の中にある大きな鐘で、誰でも鳴らすことができます。この鐘を鳴らすと、平和を祈る気持ちが広がると言われています。皆さんも公園を訪れたら、この鐘を鳴らして平和を祈ってみてください。ここで私の失敗談があります。平和の鐘を鳴らすとき、私はあまりにも力を入れすぎて、大きな音を出してしまいました。周りの人々を驚かせてしまい、少し恥ずかしかったです。皆さんも鐘を鳴らすときは、優しく鳴らしてみてくださいね。公園の中には、平和の灯火という永遠に消えない火があります。この火は、世界中から核兵器がなくなるまで灯し続けると決められています。この灯火を見ていると、平和の大切さを改めて感じることができます。そして、平和記念資料館も忘れてはいけません。この資料館では、原爆の被害について詳しく学ぶことができます。館内には、当時の写真や被爆者の証言、壊れた建物の模型などが展示されています。これらの展示を見て、戦争の恐ろしさや平和の大切さを深く感じることができます。平和記念資料館を見学している間に、私の成功談があります。資料館のガイドさんから、当時の広島の様子や原爆の影響について、詳しく説明を受けることができました。ガイドさんの話を聞くことで、より深く理解することができ、非常に感動しました。皆さんも、ぜひガイドツアーに参加してみてください。広島平和記念公園には、たくさんのモニュメントもあります。例えば、折り鶴の塔です。この塔は、貞子さんという女の子のために作られました。貞子さんは、原爆の影響で病気になり、元気になることを願ってたくさんの折り鶴を作りました。彼女の思いを受け継ぐために、今でも多くの人々が折り鶴を捧げています。また、原爆の子の像というモニュメントもあります。この像は、原爆で亡くなった子供たちを追悼するために作られました。像の周りには、世界中から贈られた折り鶴が飾られています。これを見ると、平和のために多くの人が祈っていることがわかります。広島平和記念公園では、
毎年8月6日に平和記念式典が行われます。この式典では多くの人々が集まり、平和を祈るためのセレモニーが行われます。特に午前8時15分には黙祷が捧げられ、みんなで平和を願います。私が広島を訪れた時、ちょうど平和記念式典の日でした。式典に参加することで、多くの人々と一緒に平和を祈ることができ、とても感動しました。しかし、会場が非常に混雑していたため、移動するのが大変でした。皆さんも、もしこの日に訪れる場合は、早めに行動することをお勧めします。広島平和記念公園は、戦争の悲惨さを忘れずに、平和を願うための場所です。ここを訪れることで、戦争がどれほど恐ろしいものかを学び、平和の大切さを感じることができます。皆さんも、ぜひ一度、この公園を訪れて、平和について考えてみてください。次の体験談は、道頓堀についてです。次は、私が大阪を訪れた時に体験した、とても楽しい場所、道頓堀についてお話しします。道頓堀は、大阪の中心部にある賑やかなエリアで、美味しい食べ物や楽しいアトラクションがたくさんあります。まず、道頓堀のシンボルとも言える、グリコの看板についてお話しします。この看板は、大きなネオン看板で、走っている人の絵が描かれています。夜になると、看板がピカピカと光り、とても綺麗です。このグリコの看板の前で写真を撮るのは、道頓堀を訪れる観光客の定番の楽しみ方です。私も写真を撮りましたが、後ろに人がたくさん写り込んでしまいました。ですから、早朝や遅めの時間に行くと良い写真が撮れるかもしれませんよ。次に、道頓堀の美味しい食べ物についてお話しします。道頓堀には、たくさんの美味しい食べ物があります。特に有名なのはたこ焼きです。たこ焼きは、小さな丸い形をした食べ物で、中にタコが入っています。外はカリカリ、中はトロトロで、とても美味しいです。道頓堀には、たこ焼き屋さんがたくさんあって、それぞれのお店で少しずつ味が違うので、食べ比べをしてみるのも楽しいですよ。私の成功談として、たこ焼きを食べ比べするために、いろいろなお店を回りました。それぞれのお店の特徴や味を楽しむことができ、とても満足しました。一方で失敗談もあります。たこ焼きを食べすぎて、お腹がいっぱいになりすぎてしまいました。皆さんも食べ過ぎには気をつけてくださいね。もう一つ有名なのはお好み焼きです。お好み焼きはキャベツや肉、シーフードなどを混ぜて焼いた料理で、ソースをたっぷりかけて食べます。自分で好きな具材を選んで作ることもできるので、みんなでワイワイ楽しみながら食べるのにぴったりです。また、串カツも忘れてはいけません。串カツは、いろいろな食材を串に刺して揚げた料理です。ソースをたっぷりつけて食べると、とても美味しいです。ただし、
ソースは二度漬け禁止なので気をつけてくださいね。道頓堀には美味しい食べ物だけでなく楽しいアトラクションもたくさんあります。例えば、ドン・キホーテという大きなショッピングモールがあります。ここではいろいろな商品が売られていて、何でも揃うので、お買い物が大好きな人にはぴったりの場所です。また、道頓堀の川沿いには、クルーズ船に乗ることができる場所もあります。このクルーズ船に乗ると、道頓堀の景色を川から楽しむことができます。夜には、ライトアップされた街並みがとても綺麗で、特別な思い出になることでしょう。私の成功談として、夜のクルーズ船に乗ったことがあります。川から見るライトアップされた道頓堀の景色は本当に素晴らしかったです。ですが、失敗談もあります。チケットを買うのを忘れてしまい、長い間待つことになってしまいました。皆さんも、事前にチケットを購入しておくと良いでしょう。道頓堀には、たくさんのエンターテイメントもあります。例えば、なんばグランド花月という劇場があります。ここでは、お笑いのショーや演劇が行われていて、大阪のユーモアをたっぷり楽しむことができます。皆さんも一度見てみると、きっと笑顔になること間違いなしです。道頓堀の周りには、たくさんの商店街やショッピングエリアもあります。心斎橋という大きなショッピングストリートでは、ファッションやアクセサリー、お土産など、いろいろなものが買えます。歩きながらお買い物を楽しむことができるので、とてもおすすめです。最後に、道頓堀の歴史について少しお話しします。道頓堀は、江戸時代から続く古い町で、昔から商人や芸人たちが集まる場所でした。そのため、今でも道頓堀には、昔ながらの雰囲気が残っています。古い建物や細い路地を歩くと、まるでタイムスリップしたような気分になります。道頓堀は、美味しい食べ物や楽しいアトラクションがたくさんある、とても魅力的な場所です。皆さんも、ぜひ一度道頓堀を訪れて、その楽しさを実際に感じてみてくださいね。次の体験談は、奈良公園についてです。次は、私が奈良を訪れた時に体験した、とても特別な場所。奈良公園についてお話しします。奈良公園は、広い公園で、たくさんの鹿が自由に歩き回っていることで有名です。奈良公園に入ると、まず目に飛び込んでくるのは、たくさんの鹿たちです。鹿は奈良公園のシンボルで、この公園のどこにでもいます。鹿はとても人懐っこくて、皆さんに近づいてきます。鹿に触ったり、一緒に写真を撮ったりすることができるので、とても楽しいですよ。鹿は昔から神様の使いとして大切にされてきました。そのため、奈良公園の鹿は特別な存在です。鹿はとてもおとなしく、危害を加えることはありませんが、餌を求めて近づいてくるので、びっくりしないようにしましょう。ここで私の成功談と失敗談をお話しします。成功談としては、私は鹿に鹿せんべいをあげることができました。
鹿せんべいは特別に作られたお菓子で、公園内で購入することができます。鹿せんべいを手に持つと、鹿たちが集まってきて、とても可愛かったです。みんなもせんべいをあげるときは、ちゃんと手を伸ばして、鹿が食べやすいようにしてあげてください。一方、失敗談もあります。私は最初、鹿せんべいを見せびらかしてしまい、たくさんの鹿に囲まれてしまいました。少し怖かったです。せんべいをあげるときは、一度にたくさんの鹿に囲まれないように気をつけてくださいね。奈良公園には、たくさんの歴史的な建物もあります。例えば、東大寺という大きなお寺があります。東大寺には、大仏という巨大な仏像があり、これは日本で一番大きな仏像です。東大寺の中に入ると、大仏の迫力に圧倒されます。大仏の前で手を合わせて、お参りすることもできます。また、奈良公園には興福寺というお寺もあります。興福寺は、とても美しい五重塔が有名です。この五重塔は、空に向かって高くそびえ立ち、とても神秘的です。塔の周りを歩きながら、その美しさをじっくりと感じることができます。さらに、春日大社という神社も奈良公園の中にあります。春日大社は、たくさんの灯籠が並んでいることで有名です。灯籠は夜になると明かりが灯り、とても幻想的な雰囲気になります。春日大社では、願い事をして、お守りをもらうこともできます。奈良公園は四季折々の美しさも楽しめます。春には桜が咲き、公園全体がピンク色に染まります。夏には緑が豊かになり、涼しい風が吹いてきます。秋には紅葉が美しく、公園全体が赤や黄色に彩られます。冬には時々雪が降り、白い景色が広がります。どの季節に訪れても、奈良公園の美しさを楽しむことができます。ここで、私のもう一つの成功談をお話しします。私は春に奈良公園を訪れました。桜が満開で、公園全体がピンク色に染まっていて、とても美しかったです。桜の下でピクニックを楽しむことができ、素晴らしい思い出になりました。奈良公園の周りには、美味しい食べ物やお土産を買う場所もたくさんあります。例えば、奈良のお土産として有名な、奈良漬けや柿の外しなどを試してみることができます。公園を散策した後は、ゆっくりとお買い物や食事を楽しむのも良いですね。奈良公園は、自然と歴史が調和したとても美しい場所です。鹿たちと触れ合ったり、歴史的な建物を見学したりしながら、楽しい一日を過ごすことができます。皆さんも、ぜひ一度奈良公園を訪れて、その魅力を実際に感じてみてくださいね。次の体験談は、北海道のラベンダー畑についてです。次は、私が北海道を訪れた時に体験した、とても美しい場所、ラベンダー畑についてお話しします。ラベンダー畑は、
夏になると一面が紫色の花で覆われる素晴らしい場所です。ラベンダー畑で有名な場所は、富良野という地域です。富良野は北海道の中心部にあり、夏には多くの観光客がラベンダー畑を見に訪れます。ラベンダーの花は、6月から8月にかけて咲きますが、特に7月が見頃です。この時期には、広い畑が紫色に染まり、とても美しい景色が広がります。ラベンダー畑に到着すると、まず目に飛び込んでくるのは、どこまでも続く紫色の花畑です。ラベンダーの花はとても香りが良く、畑を歩いていると、爽やかな香りに包まれます。この香りは、皆さんの心をリラックスさせてくれますよ。ここで、私の成功談と失敗談をお話しします。まず、成功談からです。ラベンダー畑では、写真を撮るのがとても楽しいです。紫色の花をバックに、家族や友達と一緒に写真を撮ると、素敵な思い出になります。特に、夕方の柔らかい光の中で撮った写真は、本当に美しく仕上がりました。一方、失敗談もあります。ラベンダー畑を散策しているときに、虫除けスプレーを忘れてしまい、蚊にたくさん刺されてしまいました。皆さんもラベンダー畑を訪れる際には、虫除け対策を忘れないようにしてくださいね。ラベンダー畑には展望台もあり、そこからは畑全体を見渡すことができます。上から見ると、ラベンダーの畑がまるで紫色の絨毯のように広がっているのがわかります。この景色は本当に感動的で、一見の価値があります。ラベンダー畑では、様々な体験も楽しむことができます。例えば、ラベンダーの花を摘み取る体験です。自分で摘み取ったラベンダーを持ち帰って、お部屋に飾ったり、お風呂に入れたりして楽しむことができます。ラベンダーの香りはとてもリラックス効果があるので、ぜひ試してみてください。また、ラベンダーを使ったお土産もたくさんあります。ラベンダーの香りがするサシェや、ラベンダーオイル、ラベンダーソープなど、いろいろな商品があります。これらのお土産は、家族や友達へのプレゼントにぴったりです。富良野には、ラベンダー畑だけでなく、他にもたくさんの見どころがあります。例えば、ファームと見たという有名な農場があります。ここでは、ラベンダーだけでなく、様々な花が咲いています。季節ごとに異なる花が咲き乱れ、まるで花の絵本のような景色が広がります。また、富良野にはニングルテラスという可愛らしいショッピングエリアもあります。ここには木で作られた小さなショップが並んでいて、ハンドメイドのアクセサリーや雑貨を売っています。お散歩しながらお気に入りのお土産を見つけるのも楽しいですよ。富良野には美味しい食べ物もたくさんあります。特に新鮮な野菜や果物を使った料理がおすすめです。富良野のメロンはとても甘くて美味しいですし、野菜をたっぷり使ったカレーやスープも人気です。また、ラベンダーソフトクリームも絶品です。
ラベンダーの香りがほんのりと漂うクリームは、一度食べたら忘れられない味です。富良野の周辺には、自然を楽しむスポットもたくさんあります。例えば、青い池という場所があります。この池は、その名の通り、水がとても青く見えることで有名です。青い池の水面に映る空や木々の風景は、とても幻想的です。冬になると、富良野はスキーやスノーボードのメッカになります。雪がたくさん降り、真っ白な世界が広がります。スキー場では、初心者から上級者まで楽しめるコースがたくさんありますので、ウィンタースポーツが好きな人にはぴったりです。北海道のラベンダー畑は、夏の訪れを告げる素晴らしい場所です。美しい景色と爽やかな香り、楽しい体験がたくさん待っています。皆さんも、ぜひ一度ラベンダー畑を訪れて、その魅力を実際に感じてみてくださいね。次の体験談は、京都の祇園についてです。次は、私が京都を訪れた時に体験した。とても美しい場所、祇園についてお話しします。祇園は、古い街並みと舞妓さんで有名な場所です。祇園を歩くと、まるで昔の日本にタイムスリップしたような気分になりますよ。祇園は、京都の中心部にあります。ここは、昔からお茶屋さんや料亭などが、たくさん並ぶ場所として知られています。お茶屋さんというのは、舞妓さんや芸妓さんがいて、お客さんをもてなす、お店のことです。舞妓さんや芸妓さんは、着物を着て美しい踊りや歌を披露してくれます。まず、祇園のメインストリート、花見小路を歩いてみましょう。花見小路は、石畳の道が続き、両側には昔ながらの木造の建物が並んでいます。これらの建物は、何百年も前の風情を残していて、とても魅力的です。道を歩いていると、舞妓さんや芸妓さんに出会えることもあります。彼女たちの美しい着物姿は、本当に絵になります。ここで私の成功談と失敗談をお話しします。成功談としては、私は花見小路で舞妓さんに出会い、一緒に写真を撮ることができました。彼女たちの美しい着物姿は本当に素敵で、写真は一生の思い出になりました。しかし、失敗談もあります。私は、舞妓さんに写真をお願いするとき、急に近づきすぎて驚かせてしまいました。皆さんも舞妓さんにお願いするときは、優しく声をかけてくださいね。祇園の中には、たくさんの神社やお寺もあります。例えば、八坂神社という神社があります。この神社は、祇園のシンボルとも言える場所で、たくさんの観光客が訪れます。八坂神社では、お参りをして願い事をすることができます。神社の中には、美しい庭園や古い建物もあり、散策するのも楽しいです。また、建仁寺というお寺も祇園にあります。建仁寺は、禅宗の大きなお寺で、とても静かで落ち着いた雰囲気です。お寺の中には、美しい庭園や立派な建物があり、
ゆっくりとした時間を過ごすことができます。特に、双龍図という天井画はとても有名で、大きな2匹の龍が描かれています。これを見ると、その迫力に圧倒されます。祇園では、美味しい食べ物も楽しめます。例えば、湯葉や京野菜を使った料理があります。湯葉は、豆乳から作られる食材で、とてもヘルシーです。また、京野菜は、京都で育てられた特別な野菜で、どれも新鮮で美味しいです。祇園には、これらの食材を使ったお料理を楽しめるお店がたくさんあります。さらに、祇園ではおばんざいという伝統的な家庭料理も楽しめます。おばんざいは、季節の野菜やお魚を使った料理で、お母さんが作るような優しい味が特徴です。これらの料理を食べると、京都の家庭の味を感じることができます。祇園には、たくさんのショッピングスポットもあります。例えば、祇園市場というエリアには、お土産屋さんやカフェがたくさん並んでいます。ここでは、京都らしいお土産や伝統工芸品を買うことができます。特に、和菓子やお茶のセットは人気があります。和菓子は、見た目も美しく、味もとても美味しいです。また、祇園では季節ごとにいろいろなイベントも開催されています。例えば、祇園祭というお祭りがあります。このお祭りは、京都で一番大きなお祭りで、毎年7月に行われます。祇園祭では、大きな山鉾という飾り物が街を練り歩きます。これを見ると、とても迫力があります。また、お祭りの期間中は、たくさんの屋台も出て、食べ物やお土産を楽しむことができます。祇園は、昼も夜も楽しむことができます。昼間は、古い街並みを散策したり、美味しい食べ物を楽しんだりすることができます。そして、夜になると、祇園はまた違った顔を見せてくれます。提灯の明かりが灯り、街全体が幻想的な雰囲気に包まれます。夜の祇園を歩くと、まるで昔の日本にタイムスリップしたような気分になります。祇園は、日本の伝統と文化を感じることができるとても素敵な場所です。皆さんも、ぜひ一度祇園を訪れて、その魅力を実際に感じてみてくださいね。次の体験談は、箱根の温泉についてです。次は、私が日本の神奈川県を訪れた時に体験した。とても素敵な場所、箱根についてお話しします。箱根は、温泉がたくさんあることで有名な観光地です。皆さんも、箱根の温泉に入ってリラックスしてみましょう。箱根は東京から電車や車で行くことができて、日帰り旅行にもぴったりの場所です。箱根に着いたら、まずは温泉に入りましょう。温泉は、地下から湧き出る温かいお湯のことです。温泉に入ると、体がポカポカ温まってとても気持ちがいいです。箱根には、たくさんの温泉宿があります。温泉宿というのは、温泉が楽しめるホテルや旅館のことです。温泉宿には、大きな温泉プールや露天風呂があります。
露天風呂は外にある温泉で美しい景色を見ながらお湯に浸かることができます。例えば、箱根の山々や芦ノ湖を眺めながら温泉に入ることができるんですよ。私の成功談として露天風呂から見える星空が挙げられます。夜、露天風呂に入った時、空にはたくさんの星が輝いていて、とてもロマンチックでした。温泉に浸かりながら星空を眺めるのは、本当に特別な体験でした。一方、失敗談もあります。私は温泉に入る前に、かけ湯をするのを忘れてしまい、他の人たちに迷惑をかけてしまいました。温泉に入る前には必ずシャワーで体を洗いましょう。これをかけ湯と言います。また、温泉の中ではタオルを入れないようにしましょう。温泉はみんなで使う場所なので、みんなが気持ちよく使えるようにすることが大切です。日本の温泉を利用してみて感じたことや、利用時のルール、マナーについてお話ししている動画もありますので、気になる方はチェックしてみてください。温泉から上がった後は、温泉宿で美味しいご飯を食べましょう。箱根では、新鮮な魚や野菜を使った料理が楽しめます。特に、お刺身や天ぷら、しゃぶしゃぶなどが人気です。温泉に入ってリラックスした後に、美味しいご飯を食べると、さらに幸せな気分になります。箱根には、温泉だけでなく、楽しい観光スポットもたくさんあります。例えば、箱根登山鉄道という電車があります。この電車は、山の中を走る電車で、急なカーブやスイッチバックという特別な技術を使って運行しています。電車に乗っていると、窓から美しい自然の風景を楽しむことができます。また、箱根には箱根ロープウェイというケーブルカーもあります。ロープウェイに乗ると、箱根の山々や芦ノ湖を一望することができます。特に、天気が良い日には、遠くに富士山も見えることがあります。ロープウェイからの景色は、本当に素晴らしいです。芦ノ湖では、遊覧船に乗ることもできます。遊覧船に乗ると、湖の上から箱根の美しい景色を楽しむことができます。湖の水はとても澄んでいて、船の上から魚が泳いでいるのを見ることもできます。また、湖の周りには緑豊かな自然が広がっていて、四季折々の風景を楽しむことができます。私の成功談として、遊覧船に乗っている時に富士山が見えたことがあります。湖の上から見える富士山は本当に美しく、その瞬間を写真に収めることができました。反対に失敗談もあります。遊覧船に乗る時間を間違えてしまい、長い時間待つことになってしまいました。皆さんも遊覧船に乗るときは、事前に時間を確認しておくといいですよ。箱根には、箱根ガラスの森美術館というユニークな美術館もあります。ここでは、美しいガラスのアート作品を見ることができます。庭園もとても美しく、特に晴れた日には、ガラスの作品が太陽の光を受けてキラキラと輝きます。美術館の中には、ガラス細工を体験できるコーナーもあり、
自分でガラスのアクセサリーを作ることができます。さらに、大涌谷という場所もおすすめです。大涌谷は、檜山活動でできた地形で、辺り一面に湯気や硫黄の香りが漂っています。ここでは、黒卵という特別な卵を食べることができます。黒卵は、温泉の成分で茹でた卵で、殻が黒くなるんです。この卵を食べると、寿命が延びると言われています。皆さんも、ぜひ黒卵を食べてみてください。箱根には、箱根彫刻の森美術館という野外美術館もあります。ここでは、大きな彫刻作品が展示されていて、歩きながらアートを楽しむことができます。美術館の中には、子供たちが遊べるエリアもあり、家族みんなで楽しむことができます。最後に、箱根は四季折々の美しさが楽しめる場所です。春には桜が咲き、夏には緑が豊かになり、秋には紅葉が美しく、冬には雪景色が広がります。どの季節に訪れても、箱根の自然の美しさを感じることができます。箱根は、温泉と自然、美味しい食べ物が楽しめる素晴らしい場所です。皆さんも、ぜひ一度箱根を訪れて、その魅力を実際に感じてみてくださいね。次の体験談は、沖縄の首里城についてです。次は、私が沖縄を訪れた時に体験した、とても特別な場所、首里城についてお話しします。首里城は、昔の琉球王国の王様が、住んでいたお城で、とても特別な場所です。首里城は那覇市という町にあります。那覇市は沖縄の県庁所在地で、沖縄の中心部に位置しています。首里城は山の上に建てられていて、那覇市内からもその姿を見渡すことができます。お城の周りには美しい庭園や広場が広がっていて、散策するのにもぴったりの場所です。私が首里城を訪れた時の成功談と失敗談を交えてお話しします。まず、首里城の入り口には大きな門があります。この門を守礼門と言います。守礼門はとても美しい門で、赤い瓦屋根が特徴です。門の上には守礼の国という文字が書かれていて、これは礼儀を大切にする国という意味です。この門をくぐると、お城への冒険が始まります。首里城の中に入ると、まず目に飛び込んでくるのは、赤い瓦屋根の美しい建物です。これが正殿と言われる首里城のメインの建物です。正殿は、琉球王国の王様が住んでいた場所で、ここで重要な会議や儀式が行われていました。正殿の中には、王様が座っていた大きな椅子や、美しい装飾品が展示されています。首里城の建物は、他の日本のお城とは少し違ったデザインをしています。これは、琉球王国が昔から中国や東南アジアと貿易をしていたため、その影響を受けているからです。建物のデザインや装飾は、とてもカラフルで、見る人を楽しませてくれます。ここで私の失敗談があります。
正殿の写真を撮ろうとしたとき、光の加減を考えずに撮影したため、写真が暗くなってしまいました。皆さんも、写真を撮るときは光の向きを確認してから撮影すると良いでしょう。また、首里城の周りには、たくさんの門や石垣があります。これらの門や石垣は、首里城を守るために作られたものです。石垣の上からは、那覇市の美しい景色を一望することができます。特に、夕方には夕日がとても美しく、写真を撮るのにぴったりの場所です。首里城の中には、いろいろな展示物もあります。例えば、琉球王国の歴史や文化を紹介する展示があります。ここでは、昔の琉球王国の人々がどのように生活していたかを学ぶことができます。また、琉球王国の伝統的な衣装や楽器も展示されていて、その美しさに驚かされます。首里城を訪れたら、ぜひ首里城公園も散策してみてください。公園の中には、美しい庭園や池があります。池の周りには、たくさんの花や木が植えられていて、季節ごとに違った風景を楽しむことができます。春には桜が咲き、夏には緑が豊かになり、秋には紅葉が美しく、冬には椿の花が咲きます。ここで、私の成功談があります。春に訪れたとき、首里城公園の桜が満開で、その美しさに感動しました。桜の下でお弁当を食べながら過ごした時間は、とても素晴らしい思い出になりました。さらに、首里城公園内には、守礼の丘という展望台があります。ここからは、那覇市内を一望することができ、遠くには美しい海も見えます。展望台からの景色は、本当に素晴らしく、ぜひ一度見てみてください。首里城を訪れたら、沖縄の美味しい食べ物も楽しみましょう。沖縄には、たくさんの美味しい料理があります。例えば、沖縄そばやゴーヤーチャンプルー、サーターアンダギーなどがあります。ゴーヤーチャンプルーは、ニガウリを使った炒め物で、栄養満点です。サーターアンダギーは、ドーナツのようなお菓子で、甘くてとても美味しいです。沖縄の文化も楽しんでみましょう。例えば、エーサーという伝統的な踊りがあります。エーサーは、太鼓や三線という楽器を使って踊るもので、とても元気で楽しい踊りです。祭りの時期には、エーサーの踊りを見ることができますので、ぜひその迫力を感じてみてください。最後に、首里城は歴史と文化が感じられるとても素敵な場所です。美しい建物や庭園、展示物を楽しみながら、琉球王国の歴史を学ぶことができます。皆さんも、ぜひ一度首里城を訪れて、その魅力を実際に感じてみてくださいね。次の体験談は、日光東照宮についてです。次は、私が日本の栃木県を訪れた時に体験した、とても特別な神社。日光東照宮についてお話しします。日光東照宮は、江戸時代の有名な将軍、徳川家康を祀っている神社です。日光東照宮は、
日光市の山の中にあります。ここは自然が豊かで、四季折々の美しい景色を楽しむことができます。春には桜が咲き、夏には緑が美しく、秋には紅葉が彩り、冬には雪景色が広がります。どの季節に訪れても素晴らしい風景が待っています。まず、日光東照宮の入り口にある表門から入ってみましょう。表門はとても立派な門で、ここをくぐると神社の敷地に入ります。門をくぐると、参道という道が続いていて、その両側には大きな杉の木が立ち並んでいます。杉の木々はとても高くて、まるで空に向かって伸びているようです。参道を進むと、陽明門という大きな門が見えてきます。陽明門は、日光東照宮のシンボルともいえる門で、とても美しい彫刻が施されています。この門には、たくさんの色鮮やかな彫刻や装飾があり、見るだけでワクワクします。陽明門の彫刻には、動物や植物、神様などが描かれていて、その細かさに驚かされます。ここで私の成功談と失敗談をお話しします。成功談としては、陽明門の前で写真を撮ったことがあります。彫刻の美しさと門の壮大さが一緒に写り、とても素敵な写真が撮れました。しかし、失敗談もあります。私は門の細部を見るために近づきすぎて、他の観光客の邪魔をしてしまいました。皆さんも写真を撮るときは周りの人に注意して撮影しましょう。陽明門をくぐると三円という有名な彫刻があります。三円は見ざる、言わざる、聞かざるという教えを表しています。この彫刻には目を覆っている猿、口を閉じている猿、耳を塞いでいる猿が描かれていて、子供たちに大切なことを教えています。この教えは、悪いことを見ない、悪いことを言わない、悪いことを聞かないという意味です。さらに進むと、眠り猫という小さな彫刻もあります。眠り猫は、まるで猫が眠っているような姿をしていて、とてもかわいいです。この彫刻には、平和な世界で安心して眠ることができるという意味が込められています。眠り猫の裏には、スズメの彫刻もあり、これも平和の象徴です。日光東照宮には、本殿という大きな建物があります。本殿は、徳川家康を祀っている場所で、とても神聖な場所です。ここでは、お参りをして家康公に願い事をすることができます。本殿の中には、美しい装飾や絵がたくさんあり、その豪華さに圧倒されます。本殿の周りには、いろいろな建物があります。例えば、五重塔という高い塔があります。五重塔は、とても立派な建物で、5つの層に分かれています。それぞれの層には、仏教の教えが込められていて、とても神秘的です。この塔の周りを歩きながら、その美しさを感じてみてください。また、日光東照宮には奥社という場所もあります。奥社は、本殿からさらに山を登ったところにあります。
ここには徳川家康の霊廟があり、とても静かで神聖な場所です。参道を歩くと、自然の中で心が落ち着く感じがします。奥社にたどり着くと、家康公の偉大さを感じることができます。ここで私の成功談を一つお話しします。奥社に向かう参道を歩いているとき、珍しい鳥を見つけることができました。自然の中での発見はとても楽しく、心が和みました。しかし、失敗談もあります。参道を歩くときに、足元を見ずに歩いてしまい、転びそうになってしまいました。参道を歩くときは、足元に注意して歩くことが大切です。日光東照宮では、毎年いろいろな祭りや行事が行われます。特に有名なのは、百物揃え、千人武者行列というお祭りです。このお祭りでは、たくさんの人が武士の衣装を着て行列を作ります。とても迫力があり、歴史を感じることができる素晴らしいイベントです。日光東照宮の周りには、美味しい食べ物やお土産を買う場所もたくさんあります。例えば、湯葉という特別な食材を使った料理があります。湯葉は豆乳から作られるもので、とてもヘルシーで美味しいです。また、日光の名物である日光けんぴや日光のそばもおすすめです。これらの料理を楽しみながら、日光東照宮の観光を満喫してください。日光東照宮は、歴史と自然が融合したとても素敵な場所です。美しい建物や彫刻、豊かな自然を楽しみながら、徳川家康の偉大な業績に思いを馳せることができます。皆さんも、ぜひ一度日光東照宮を訪れて、その魅力を実際に感じてみてくださいね。次の体験談は、宮島についてです。次は、私が日本の広島県を訪れた時に体験した、とても美しい島、宮島についてお話しします。宮島は、日本三景の一つで、海に浮かぶ神社や美しい自然で有名な場所です。まず、宮島への行き方をお話しします。宮島は、広島市から電車とフェリーで行くことができます。フェリーに乗って海を渡ると、宮島が見えてきます。船から見る宮島の景色はとても美しく、特に朝や夕方の光の中で輝く姿は素晴らしいです。私の成功談として、フェリーに乗っている間に、宮島の美しい景色をたくさん写真に収めることができました。船の上から見る景色は特別で、写真もとても綺麗に撮れました。一方、失敗談としては、フェリーの時間を間違えてしまい、次の便を長い間待たなければならなかったことがあります。皆さんもフェリーの時間には気をつけてくださいね。宮島に到着したら、まずは厳島神社に行ってみましょう。厳島神社は、海の上に建てられた神社で、その美しい姿はまるで海に浮かんでいるようです。神社の入り口には大きな鳥居があります。この鳥居は海の中に立っていて、満潮の時にはまるで水の上に浮かんでいるように見えます。干潮の時には
鳥居の下まで歩いていくことができるので、ぜひ挑戦してみてください。厳島神社の中に入ると、たくさんの建物があります。これらの建物はすべて海の上に建てられていて、橋でつながっています。歩きながら美しい景色を楽しむことができます。また、神社の中には美しい庭園もあり、四季折々の花が咲き乱れます。春には桜が、夏には緑が、秋には紅葉が、冬には雪景色が楽しめます。宮島にはたくさんの鹿がいます。奈良公園の鹿と同じように、宮島の鹿もとても人懐っこいです。鹿は神様の使いとされていて、昔から大切にされています。島を歩いていると、鹿たちが近づいてきます。鹿に触ったり、一緒に写真を撮ったりすることができるので、とても楽しいですよ。ただし、鹿に餌をあげることは禁止されているので、気をつけてください。ここで私の失敗談です。私は最初、鹿に餌をあげてはいけないことを知らず、お菓子を見せたところ、たくさんの鹿が集まってしまい少し怖かったです。皆さんも鹿に餌を見せないようにしましょう。宮島の中にはたくさんのおいしい食べ物もあります。例えば、もみじまんじゅうというお菓子が有名です。もみじまんじゅうは、もみじの形をした小さなケーキで、中にはあんこやクリームが入っています。とてもおいしいので、お土産にぴったりです。また、焼き牡蠣やアナゴ飯など、海の幸を使った料理も楽しめます。宮島には、たくさんの観光スポットがあります。例えば、千畳閣という大きな建物があります。千畳閣は、その広さから千畳と呼ばれていて、中にはたくさんの絵や書が飾られています。この建物の中を歩くと、歴史を感じることができます。また、もみじ谷公園という美しい公園もあります。もみじ谷公園は、その名の通り、秋には紅葉が美しく彩られます。公園内にはたくさんの木々や小川があり、散歩するのにぴったりの場所です。春には桜が咲き、夏には緑が鮮やかに映え、冬には静かな雪景色が広がります。さらに、弥山という山も宮島にはあります。弥山は標高500メートルほどの山で、頂上からは360度のパノラマビューを楽しむことができます。弥山にはロープウェイで行くことができ、山頂からは瀬戸内海や遠くの山々を一望することができます。また、山道をハイキングすることもでき、自然の中でのんびりと過ごすことができます。ここで私の成功談をお話しします。弥山の頂上から見た景色は本当に素晴らしく、写真を撮るのが楽しかったです。しかし、失敗談としては、ハイキング中に道に迷ってしまい、時間がかかってしまいました。皆さんも、ハイキングをする際には事前に道を確認しておくと良いでしょう。宮島は、夜になるとまた違った美しさを見せてくれます。厳島神社や鳥居がライトアップされ、幻想的な雰囲気が漂います。
特に満月の夜には月明かりが海に反射してとてもロマンチックな景色になります。夜の宮島を散歩すると、日中とは違った静けさと美しさを感じることができます。宮島は日本の自然と文化が融合したとても素敵な場所です。美しい景色や歴史的な建物、美味しい食べ物を楽しみながら、素晴らしいひとときを過ごすことができます。皆さんも、ぜひ一度宮島を訪れて、その魅力を実際に感じてみてくださいね。次の体験談は、長野の駒ヶ岳についてです。次は、私が日本の長野県を訪れた時に体験した。とても美しい山、駒ヶ岳についてお話しします。駒ヶ岳は、中央アルプスの一部で、その壮大な自然と美しい風景が楽しめる場所です。ハイキングや自然観察が好きな人にはぴったりのスポットですよ。まず、駒ヶ岳への行き方をお話しします。駒ヶ岳へ行くには、駒ヶ根市からバスに乗って、白火平という場所まで行きます。そこからはロープウェイに乗って、一気に標高2600メートルの千畳敷という場所まで上がります。ロープウェイからの景色はとても素晴らしく、山々や森林が一望できます。私の成功談として、ロープウェイからの景色を楽しみながら、写真をたくさん撮ることができました。高い場所から見る山々の景色は圧巻で、素晴らしい写真がたくさん撮れました。一方で失敗談もあります。ロープウェイの時間を確認せずに行ったため、帰りの便が混雑していて長時間待たされてしまいました。皆さんも、ロープウェイの時間はしっかり確認してから行きましょう。千畳敷に到着すると、目の前には広がる美しい高原があります。千畳敷は、まるで絵本の中の風景のようで、夏には色とりどりの高山植物が咲き誇ります。ここから見る景色は本当に壮観で、遠くには雄大な山々が連なり、澄んだ空気とともにその美しさを楽しむことができます。千畳敷からは、駒ヶ岳の頂上へ向かう登山道があります。この登山道は、初心者から上級者まで楽しめるコースがあり、それぞれのレベルに合わせて登ることができます。道中には、色とりどりの花々や小さな滝、美しい岩肌などが見られ、自然の中での冒険が楽しめます。登山道を進むと、いくつかの見どころがあります。まず、八丁坂という急な坂があります。ここは少し大変かもしれませんが、頑張って登るとその先には素晴らしい景色が待っています。八丁坂を登りきると、のっこし浄土という平らな場所に到着します。ここからは、さらに駒ヶ岳の頂上を目指して進んでいきます。私の失敗談として、八丁坂を登っている時に、水分補給を忘れてしまい、途中でとても喉が渇いてしまいました。皆さんも登山をするときは、必ず十分な水を持っていきましょう。駒ヶ岳の頂上に着くと、360度のパノラマビューが広がります。晴れた日には、遠くの山々や谷、湖などが見渡せます。頂上からの景色は、
本当に圧巻で、その美しさに感動すること間違いなしです。ここでお弁当を食べたり、写真を撮ったりしながら、ゆっくりとした時間を過ごすのもおすすめです。駒ヶ岳は、四季折々の自然が楽しめる場所です。春には雪解けとともに花々が咲き、夏には緑が豊かになります。秋には紅葉が美しく、山全体が赤や黄色に染まります。そして冬には真っ白な雪景色が広がり、まるで別世界のようです。どの季節に訪れても、その美しさに心を奪われます。駒ヶ岳の周りには、たくさんの温泉もあります。登山の後には、温泉に入って疲れた体を癒すのもおすすめです。例えば、駒ヶ根温泉や早太郎温泉などがあり、どちらも美しい自然の中で温泉を楽しむことができます。温泉に浸かりながら山々の景色を眺めると、とてもリラックスできますよ。また、駒ヶ岳の周辺にはいろいろなアクティビティも楽しめます。例えば、釣りやキャンプ、川遊びなどがあります。家族や友達と一緒に自然の中でのびのびとした時間を過ごすことができます。特に川の水はとても冷たくて気持ちがいいので、夏にはおすすめです。私の成功談として、川遊びをしているときに、魚を見つけて捕まえることができました。子供たちと一緒に楽しみながら、自然の中でのアクティビティを満喫しました。駒ヶ岳のふもとには、美味しい食べ物もたくさんあります。長野県は、そばやりんご、おやきなどが有名です。駒ヶ岳を訪れたら、ぜひ地元の特産品を味わってみてください。特に山の幸を使った料理は絶品です。登山の後に美味しいご飯を食べると、さらに満足感が増します。駒ヶ岳は、日本の自然の美しさを感じることができるとても素敵な場所です。登山やハイキング、自然観察を楽しみながら、心と体をリフレッシュすることができます。皆さんも、ぜひ一度駒ヶ岳を訪れて、その魅力を実際に感じてみてくださいね。次の体験談は、兼六園についてです。次は、私が日本の石川県金沢市を訪れた時に体験した。とても美しい庭園、兼六園についてお話しします。兼六園は、日本三名園の一つで、その広さと美しさから、多くの人々に愛されています。まず、兼六園の名前の由来についてお話しします。兼六園の兼六という言葉は、中国の詩から来ています。この詩には、広さ、静けさ、人口美、古さ、水の流れ、眺望の6つの美しさを兼ね備えた庭園という意味が込められています。兼六園は、その名の通り、6つの美しさを持つ素晴らしい庭園です。兼六園に入ると、まず目に飛び込んでくるのは、美しい池とその周りに広がる緑豊かな景色です。この池は霞ヶ池と呼ばれ、庭園の中央にあります。霞ヶ池の中には小さな島や橋があり、
その景色はまるで絵画のようです。池のほとりにはベンチもあるので、ゆっくりと座って景色を楽しむことができます。私の成功談として、霞ヶ池のほとりで撮った写真がとても美しく、旅行の素晴らしい思い出になりました。一方、失敗談としては、霞ヶ池の周りを歩いている時に道に迷ってしまい、少し時間を無駄にしてしまいました。皆さんも地図を持って散策することをお勧めします。霞ヶ池の周りには、たくさんの花や木々が植えられています。春には桜や梅、夏にはアヤメやハス、秋には紅葉、冬には雪景色と、四季折々の花や風景を楽しむことができます。特に、春の桜や秋の紅葉はとても美しく、多くの観光客が訪れます。次に、兼六園の中にある琴地灯籠という有名な石灯籠についてお話しします。この灯籠は2本足で立っていて、その姿が琴の柱に似ていることから名前が付けられました。琴地灯籠は兼六園のシンボルで、多くの人が写真を撮るスポットとして人気があります。灯籠の周りには四季折々の美しい花や木々があり、どの季節に訪れても、その美しさを楽しむことができます。兼六園には、内橋邸という美しい建物もあります。内橋邸は、昔から茶室として使われてきた場所で、ここから見る霞ヶ池の景色は本当に素晴らしいです。内橋邸の中では、お抹茶を楽しむこともできます。日本の伝統的なお茶を飲みながら、美しい庭園を眺めるのは、とても贅沢な時間です。また、兼六園の中には、根上がり松という特別な松の木もあります。この松の木は、根っこが地上に上がっている珍しい姿をしています。根上がり松の下には、石が置かれていて、その上に根っこが絡まっています。この姿は、とても不思議で美しく、多くの人が驚きます。兼六園の周りには、たくさんの小道があります。これらの小道を歩きながら、いろいろな角度から庭園の美しさを楽しむことができます。小道の途中には、休憩できる場所や、お茶屋さんもあります。お茶屋さんでは、美味しいお団子やお抹茶を楽しむことができるので、散策の合間に一息つくのもいいですね。私の成功談として、小道の途中で見つけたお茶屋さんで、お団子を食べながら庭園を眺めるのは、とてもリラックスできる時間でした。一方、失敗談としては、歩き疲れてしまい、休憩場所を見つけるのに、時間がかかってしまいました。皆さんも休憩場所を確認しながら散策することをお勧めします。兼六園の近くには、金沢城というお城もあります。金沢城は、昔からこの地域を守ってきたお城で、その美しい建物と広い敷地が特徴です。金沢城の中には、お城の歴史を学べる展示や、美しい庭園もあります。兼六園と一緒に訪れると、さらに充実した観光が楽しめます。また、兼六園の周りには、
いろいろな観光スポットもあります。例えば、金沢21世紀美術館があります。この美術館は、現代アートを楽しむことができる場所で、子供から大人まで楽しめる展示がたくさんあります。特に、有名なプールの展示は、プールの中に入ったような、不思議な体験ができるので、ぜひ訪れてみてください。兼六園の周りには、美味しい食べ物もたくさんあります。金沢は、新鮮な海の幸や、美味しいお菓子が有名です。例えば、金沢おでんや、金箔ソフトクリームなどがあります。金沢おでんは、いろいろな具材が入ったおでんで、とても温かくて美味しいです。金箔ソフトクリームは、ソフトクリームの上に、金箔が乗っていて、とても豪華で美しいです。これらの食べ物を楽しみながら、金沢観光を満喫してください。兼六園は、日本の美しい庭園文化を感じることができる素晴らしい場所です。四季折々の美しい景色や、歴史ある建物、美味しい食べ物を楽しみながら、心と体をリフレッシュすることができます。皆さんも、ぜひ一度兼六園を訪れて、その魅力を実際に感じてみてくださいね。次の体験談は、お台場についてです。次は、私が東京を訪れた時に体験した、とても楽しい場所、お台場についてお話しします。お台場は、未来的な建物やアトラクションがたくさんあるエリアで、家族や友達と一緒に一日中楽しむことができる場所です。お台場には、たくさんの見どころがあります。まずは、レインボーブリッジについてお話しします。レインボーブリッジは、お台場と東京の中心部を結ぶ大きな橋です。この橋は、特に夜になると色とりどりのライトアップがされて、とても綺麗です。レインボーブリッジは歩いて渡ることもできるので、ぜひ挑戦してみてください。橋の上からは、東京湾やお台場の美しい景色を楽しむことができます。私の成功談として、レインボーブリッジを歩いて渡ったとき、夕焼けとライトアップが同時に楽しめたことがあります。橋の上から見る景色は本当に素晴らしく、一生の思い出になりました。一方、失敗談としては、橋を歩いて渡る際に風が強くて、とても寒かったことがあります。皆さんも、天気や風の強さに注意して準備をしてから行きましょう。次に、フジテレビ本社ビルについてお話しします。フジテレビ本社ビルは、未来的なデザインが特徴的な建物です。このビルの中には、展望台やスタジオ見学ツアーがあります。展望台からは、お台場や東京の景色を一望することができます。また、スタジオ見学ツアーでは、テレビ番組が作られる様子を見学することができるので、とても面白いですよ。お台場には、大きなショッピングモールもたくさんあります。例えば、アクアシティお台場やデックス東京ビーチなどがあります。これらのショッピングモールでは、最新のファッションやお土産、グルメを楽しむことができます。
特にアクアシティお台場には美味しいレストランやカフェがたくさんあります。食事をしながら東京湾の美しい景色を楽しむことができます。また、お台場にはお台場海浜公園という広い公園もあります。この公園では砂浜で遊んだり、ボートに乗ったりすることができます。公園内にはたくさんのベンチや芝生があるので、ピクニックをするのにもぴったりです。特に夕方には美しい夕日が見られるので、カメラを持って出かけるのもおすすめです。お台場にはたくさんの楽しいアトラクションもあります。例えば、ダイバーシティ東京プラザというショッピングモールの前には大きなガンダムの像があります。ガンダムはロボットアニメのキャラクターで、この像はとても大きくて迫力があります。特に夜になるとライトアップされて、さらにかっこいいです。私の成功談として、ガンダム像の前で写真を撮ったことがあります。夜のライトアップがとても美しく、写真も素晴らしいものになりました。一方、失敗談としては、ガンダム像の周りがとても混雑していて、なかなか良い写真が撮れなかったことがあります。皆さんも混雑する時間帯を避けて訪れると良いでしょう。また、お台場ヴィーナスフォートというショッピングモールもおすすめです。ヴィーナスフォートは中世ヨーロッパの街並みを再現したデザインが特徴です。ここではファッションや雑貨、お土産など様々なお店が並んでいます。また、モール内には噴水広場や教会のようなスペースもあり、とてもロマンチックな雰囲気です。お台場には日本科学未来館という科学館もあります。ここでは最新の科学技術や宇宙の秘密について学ぶことができます。特にプラネタリウムやロボットの展示は子どもたちに大人気です。日本科学未来館では様々な体験型の展示もあるので楽しく学ぶことができます。さらに、お台場にはジョイポリスという屋内アミューズメントパークもあります。ジョイポリスではたくさんのゲームやアトラクションが楽しめます。特に最新の VR を使ったアトラクションはとても面白くて、まるで別の世界にいるような体験ができます。お台場には美味しい食べ物もたくさんあります。例えば、たこ焼きやお好み焼き、クレープなどがあります。これらの食べ物は、お台場の屋台やフードコートで楽しむことができます。また、レインボーブリッジソフトクリームという特別なソフトクリームもおすすめです。レインボーブリッジの形をしたトッピングが乗っていて、とても可愛いです。お台場は昼も夜も楽しめる場所です。昼間はショッピングや観光、アトラクションを楽しみ、夜にはライトアップされた美しい景色を楽しむことができます。特にレインボーブリッジやフジテレビ本社ビルのライトアップは一見の価値があります。お台場は家族や友達と一緒に楽しい時間を過ごすのにぴったりの場所です。たくさんの見どころやアトラクション、美味しい食べ物を楽しみながら
素晴らしい一日を過ごすことができます。皆さんもぜひ一度お台場を訪れて、その魅力を実際に感じてみてくださいね。次の体験談は、世界遺産白川郷についてです。次は、私が日本の岐阜県を訪れた時に体験した。とても特別な場所、世界遺産の白川郷についてお話しします。白川郷は、昔ながらの合掌造りの家がたくさん並んでいる美しい村です。その風景はまるで絵本の中にいるような感じがします。まず、白川郷への行き方をお話しします。白川郷は山の中にあるので、電車やバスを使っていくのが便利です。最寄りの駅は高山駅や金沢駅で、そこからバスに乗って約1時間ほどで到着します。バスからの景色もとても美しく、山々や川の風景を楽しむことができます。私の成功談として、バスの窓から見える山々の風景が本当に美しく、たくさんの写真を撮ることができました。一方、失敗談としては、バスの時間を調べずに出発してしまい、帰りのバスを待つのにかなり時間がかかってしまいました。皆さんもバスの時刻表をしっかり確認してから行動すると良いでしょう。白川郷に到着すると、まず目に飛び込んでくるのは、たくさんの合掌造りの家です。合掌造りの家は、大きな三角形の屋根が特徴で、まるで手を合わせたような形をしています。これが合掌の名前の由来です。この屋根の形は、冬にたくさんの雪が積もっても屋根が壊れないようにするための工夫なんですよ。白川郷では、合掌造りの家の中を見ることもできます。例えば、和田家というお家は、今でも昔のままの姿を残していて、昔の人々の生活を感じることができます。家の中には、昔使っていた道具や家具が展示されていて、とても興味深いです。昔の人々がどのように暮らしていたのかを学ぶことができます。また、白川郷にはたくさんの田んぼや畑があります。これらの田んぼや畑は、地元の人々が今でも大切にしている場所です。特に、春には田植えが行われ、秋には稲刈りが行われます。これらの農作業を見学したり、実際に体験することもできます。自然と触れ合いながら、農作業の大変さと楽しさを感じることができます。白川郷の周りには、美しい自然も広がっています。例えば、小木町城跡展望台という場所があります。ここからは、白川郷の全景を一望することができます。特に、秋の紅葉や冬の雪景色は本当に美しく、多くの人が訪れます。展望台からの景色を見ながら、写真を撮ったり、のんびりと過ごすのもおすすめです。ここで私の成功談をお話しします。展望台から見た白川郷の雪景色はとても美しく、まるで絵本の中にいるような気分になりました。一方、失敗談としては、寒さ対策を怠り、展望台で長時間過ごせなかったことがあります。皆さんも、季節に応じた服装を準備して訪れると良いでしょう。白川郷では、
季節ごとにいろいろなイベントも開催されています。例えば、冬にはライトアップというイベントがあります。このイベントでは、合掌造りの家々がライトアップされ、幻想的な雰囲気になります。夜の白川郷を歩くと、まるでおとぎ話の中にいるような気分になります。また、夏には白川郷踊りという伝統的な踊りのイベントもあります。地元の人々が集まって楽しい踊りを披露します。白川郷には美味しい食べ物もたくさんあります。例えば、五平餅というお餅があります。五平餅は串に刺したお餅に甘辛いタレを塗って焼いたもので、とても美味しいです。また、飛騨牛というブランド牛も有名です。飛騨牛を使ったステーキや焼肉は絶品ですので、ぜひ一度食べてみてください。さらに、白川郷にはたくさんのお土産屋さんもあります。ここでは、地元の特産品や工芸品を買うことができます。例えば、手作りの木工品や陶器、地元で作られたお菓子などがあります。これらのお土産は、家族や友達へのプレゼントにもぴったりです。白川郷は、日本の伝統的な文化と自然の美しさが感じられる素晴らしい場所です。昔ながらの合掌造りの家や美しい風景を楽しみながら、心と体をリフレッシュすることができます。皆さんも、ぜひ一度白川郷を訪れて、その魅力を実際に感じてみてくださいね。以上で私の日本の行ってよかった観光地に関する体験談を終わります。いかがですか？一つでもあなたのためになる内容はありましたか？日本を訪れることがあれば、ぜひこの動画で紹介した日本の観光地に行ってみてください。長時間の動画になりましたが、最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、外国人が日本に訪れたとき、実際に感じたことやびっくりしたことなどの体験談を語っています。外国人の生の声ですので参考になることもあると思います。一つでも参考になったと思うことがあれば忘れないうちにチャンネル登録をして、次の動画も忘れずにチェックしてみてくださいね。それでは、お疲れ様でした。